介様、雫を見ませんでしたか？そうですか。何かご用ですか？荷物。もうちょっとと言われましても、健介隊の2打はオダニネの補充を加えてすでにいっぱいですよ。何かあるのですか？虫の知らせというやつですか。しかしこれ以上増やすなら、まずは馬なり人手を増やすしか。健介様、しのちゃんも。何かあったんですか？二人で難しい顔して。荷物。健介様が食料と弾薬をもう少し多めに持っていけないかと無理をおっしゃっているのですよ。今日の補充分でもういっぱいまで積んでますよ。でももう一回積み方を見直してみます。金ヶ崎まではそれほどありませんから、そこで使う分くらいはなんとか。わかりました。ですが、どうしたのです？今日は随分と機嫌が良いようですが。そう見えますか？実は中庭に懺悔小屋っていうのができてるんですよ。はい、天主教の施設らしいんですけど、誰が行ってもいいらしくって。わかりました。それでは私はヒヨとニダ隊の様子を見てまいります。ああ、健介も懺悔小屋か？僕もよく知らないんだけど、ワンコやヒナから聞いた話だと、中で愚痴をいろいろ聞いてくれるんだってさ。まあ兵のみんなもいろいろ溜まってるだろうしな。まあね。ってそんなの言えるわけないだろ。当たり前だ。じゃあ次は僕だから先に行くな。次の方どうぞ。ようこそいらっしゃいました。迷える子羊よ。あなたは何を悩んでいらっしゃいますの？こ
ここで告白したすべての罪はデウスの名のもとに許されるでしょう。そして誰にも明かされることはありません。さあ、すべてを吐き出すのです。我らの父はすべてを許します。さあ、告白なさい。何してるんですか、梅さん。だってそれは蒲生中三郎増秀を選ぶと良いでしょ。梅さ梅などという娘など知りませんわ。この壁の向こうにいるのは等しく神の御使いたる。ん、いません。はい、ここしばらく兵の皆さんにも疲れが溜まっているようでしたので。エリカさんからお話を聞くうちに、ポルトゥスカレの聖堂には懺悔室というものがあると聞きまして。そうですの。お市様にお伺いを立てましたら、面白そうだからぜひやるようにと。そうですわ。ハニー、さっきのお話本当ですの？ほら、誰か一人に告白するという。そういうことですのね。ほっとしたような、そうでないような。はい、本当は話を聞くだけなんですけど。人から悩みだけ聞かされて相談に乗らずに放っておくなんて、私とてもできませんわ。だそうで。どうかなさいましたの、ハニー？でしたら、ケンスケ様も。ケンスケ様、もうちょっと詰めてください。誰かお尻触りました？ケンスケ様。ハニー、そこ当たっていますの？大丈夫ですわ。次の方、どうぞ。やっほー。中にいるのは梅と雫だよね。はい、お市
様も懺悔ですか？そうだよ、大人気みたいじゃない。お市様のおかげですわ。ありがとうございました。いいよいいよ。それよりさ、いちの悩みも聞いてほしいんだけど、いいかな？はあ。まこちゃんが最近元気なくてさ、もっと元気に式とかしてほしいんだけど、どうしたらいいのかな？まこっちゃんとは？まこと様だからまこっちゃんですのね。あれ、その中お兄ちゃんもいるの？わかってるよ。けどちょうどよかったよ。お兄ちゃんもいい方法ないかな？そうですね。でしたらお市様が今よりもっと元気に振る舞ってみてはいかがですの？いちが？そうですわ。けなげに頑張るお市様を見て、自分も頑張らねばと思う浅井様、素敵だとは思いませんこと？やっぱそれしかないよね。よし、いちが頑張ってまこっちゃんをもっともっと元気にさせちゃおう。その意気ですわ。ありがとう。なんかすっきりしたよ。お兄ちゃんも2人も頑張ってね。元気は周りも元気にしますもの。きっと大丈夫ですわ。どうしましたの、ハニー？良いことではありませんの。婚約者がいるなんてとても素敵なことですわ。そうですよ。お土産ちゃんと渡せればいいですよね。健介様は何が心配なんですか？そうですね。当然ですわ。では次の方どうぞ。お邪魔します。コロさんじゃありませんの。ようこそいらっしゃいました。迷える子羊よ。ここで告白したすべての罪はデウスの名のもとに許されるでしょう。そして誰にも明かされることはありません。さあ、すべてを吐き出すのです。最近タイのお役に立ててない気がして。お役に？はい、前線の指揮も訓略もすごい人がどんどんタイに増えてきて、私ちゃんと役に立ってるのかなって。それは影がそうですよ。それだと追い打ちですよ。そうですね。ではお伺いしますが、前線の指揮で一番うまいのはどなたですか？それは梅ちゃんです。コロさんたら。では2番目は？それは多分雫か
私だと思いますけど。でしたらニダの管理が一番うまいのはヒヨです。では2番目にニダを把握しているのはしのちゃんか私かな。いつも手伝ってるし。軍略はどうですか？一番はしのちゃんだと思うけど、今はしずくもいるし。ではその次に戦い慣れているのは梅ちゃんか。経験ならまだ私が勝ってるかも。まあ経験を持ち出されては確かにちょっとだけコロさんの方が戦い慣れていますわね。その中で一番2番目が多かったのはあなたではありませんか？一つのことに通じた将は確かに強いです。けれど全てに通じた将もまた優れた将なのですよ。ありがとうございました。なんかちょっと自信が出てきました。それほどでも。ですがまさかコロさんにあんな悩みがあったなんて。ヒヨさんと並ぶ一番の古株なのに新参の私も立ててくださいますし、健介隊の統率が取れているのはコロさんのおかげだと思うのですが。ええ、それに私たちにも何かと親切にしてくださいますし。料理がうまい。あれは絶品ですわね。少し味が濃い時もありますけれど。健介隊に加えていただいてから食事の環境が良くなったと姫路衆の皆も喜んでいますし。遠征も長くなっていますからね。里心がつくのは仕方ないかと。そうですわね。余裕のあるうちに故郷の食事会でも開いてみては。では次の方、どうぞ。失礼します。シノ殿？はい。ようこそいらっしゃいました。迷える子羊よ。ここで告白したすべての罪はデウスの名のもとに許されるでしょう。そして誰にも明かされることはありません。さあ、すべてを吐き出すのです。どうしたんでしょう、シノ殿。まさか健介隊に君子は2人もいらないとか。やめてくださいよ。まだシノ殿と話すとき正直すごく緊張してるんですから。どうも最近健介隊の中でも兄は聞いてはいけませんわ。そうです。健介様は聞いたらダメなお話です。
ありがとうございました。少しスッとしました。特に梅さん、あなたの助言はうじうじと悩んでいるのがバカバカしくなるようで、とても痛快でしたよ。梅などここにはいませんわ。この壁の向こうにいるのは神の御使いたる。そうですね。そういうことにしておきましょう。雫もありがとうございました。そんなものもいませんよ。健介様は聞かない方がいいことです。けれどこれで健介隊の結束はより強固になったと言っても過言ではありませんわ。そうですね。そろそろ今日はおしまいでしょうか。そうですね。もういい時間ですし。次の方どうぞ。あの虐殺しか考えてないチンクシャに悩みなんてありますの？ようこそいらっしゃいました。迷える子羊よ。ここで告白したすべての罪はデウスの名のもとに許されるでしょう。そして誰にも明かされることはありません。さ、もっと敵をぶち殺せるくらい強くなりたいんだけどよ。なんかこう、手っ取り早い方法ってねえか？そんな野蛮な皆さんはとっとと地獄に落ちて修羅道にでも行ってしまえばいいのですわ。だとわざわざ助言なんて聞きに来てやったのに、その言い草はなんだてめえ。誰も聞きに来てくださいなんて頼んでいませんわ。暴れるだけしか能のない山猿はとっとと美濃の山にお帰りなさい。てめえ。ちょっとお待ちなさい。健介様、どうぞ。いえ、構いません。どうかなさいましたか？それでしたら健介様の方が大変でしたでしょ？すみません。健介様こそ巻き込んでしまって。はい。あれは同じ天使教の信徒として私も早く織田家に馴染めるようにと思いついてくださったことですので。梅さんも先日の六角攻めでお味方になったのですよね。
すごく人見知りだそうで。どうかなさいました？梅さんがこれだけ早く織田の皆様に溶け込めたのは、コロさんや篠殿が心を砕いてくれたおかげだと。すみません、これは内緒でした。健介様ったら、それに人となりを知ることは軍を動かすにしても必要なことですから。皆さんの本音を聞けたのはこれからの軍を動かす上でも役に立ちますし、篠殿はすごいお方ですから。そんな篠殿と一緒に健介様の下で働けるなんて、正直とても幸せなんです。そうなると私たちが天下に才を試せるところがなくなってしまいますが、本当ですか？ですが、篠殿もすごいですが、健介様もすごいです。懺悔小屋の中でいろいろ兵の皆さんの悩みも聞きましたが、健介様に対する不満はほとんどありませんでしたから。それだと普通、健介様は何もしないという不満が出るはずなのですが、洲俣に一夜にして城を築いたことも、その際に川波衆を引き入れたのも健介様の手腕だと聞きました。その後の篠殿を美濃からお救いした件は、では稲葉山城や観音寺城に忍び込んだ時の手際は、駿河を落ち延びたマリ様を迎え入れたのは、はい、田楽狭間の一件から織田家の情報はいろいろと集めていましたから。その中でもひときわの活躍を見せているのが健介様でした。田楽狭間からのごくわずかな期間でこれだけの働き、何もしていない人にはとてもできません。小寺家にもそうして動いてくれる方がいてくださればよかったのに。そうです。そうしたら。健介様。健介様、私が来て嬉しかったのは鬼と戦う仲間が増えたからですか？違う？でしたら
女性としてですか？やっぱり。でしたら、でしたら、不思議な方ですね、健介様は。やはり天から降りてきた神の使い。多分大丈夫です。エリカさんも大丈夫だとおっしゃっていましたし。はい。食料や弾薬を増やすようにおっしゃっていたのもそのためですか？はい、姫路州の2打に少し余裕ができましたから、そちらになんとか。いえ、ひよさんの荷物の積み方のおかげですから。本当に健介隊に加わってから勉強になることばかりです。ですが、本当にあれほどの物資が必要なのですか？あれでも。私と篠殿の。はい、私の力でよければこれからも存分にお使いください。すみません。はい。はい、おやすみなさい。頭撫でてくれたの、大きくて優しい手だったな。健介様。